東京湾をぐるっと一周。その距離なんと106キロですよ。信じられます？これをたった一人で歩き切った人がいるんです。今回はですね、そのとんでもないチャレンジに挑んだある参加者の記録を一緒に再体験していきたいと思います。いやー、一体何があったんでしょうか？皆さんちょっと想像してみてほしいんですけど、106キロっていう距離、これを一気に歩き切るってどういうことだと思いますか？肉体的なのはもちろん、精神的にどんなことが待ち受けているのか、この問いを頭の片隅に置きながら彼の旅を見ていきましょう。さて、すべての始まりはこの一つのイベントからでした。その名もぐるっと東京湾ウォーキング。記念すべき第1回の開催です。そうなんです。このぐるっと東京湾ウォーキング、実はこれが記念すべき第1回だったんですね。つまり東京湾を一周する100キロ超えのウォーキングイベントとしては史上初。参加した人たちは文字通り誰も経験したことのない未知の領域に足を踏み入れたってわけです。そしてこちらがその壮大なコースの全貌です。木更津からスタートして千葉、浦谷、豊洲とこうして点在しているエイドステーションが果てしなく感じる道のりの中でまさに命綱になっていくんですね。じゃあなんでまたこんな過酷な挑戦をしようと思ったんでしょうかね。理由を聞いてみると大きく3つあったそうなんです。まず1つはやっぱり第1回っていう響き。これって一度きりじゃないですか。それから新しい100キロへの挑戦っていう気持ち。そして何よりコースが自分の地元を通るっていうのが彼にとってはすごく特別だったんですね。これが足を前に進める大きな力になったわけです。でも旅の始まりと同時に最初のそして最大の敵が牙をはめました。そう、容赦なく照りつける真夏の太陽です。彼の言葉を借りるとまさにすごい暑くてもう苦しい状態でしたと。いやー、この一言に全てが詰まってますよね。まさかスタートしてすぐ気温との壮絶な戦いが始まるなんて誰も思わなかったでしょうね。この危険な暑さをどうにか乗り切るために彼はあらゆる手を尽くします。凍った飲み物で体を冷やして、コンビニを見つけたらすぐ休憩、エイドに着くたびに水を満タンにして、ほんのわずかな日陰を探して歩く。これはもうウォーキングというよりほとんどサバイバルですよね。スタートから24キロ、ようやくたどり着いた最初のエイドステーションは彼にとってまさに砂漠のオアシスだったでしょうね。ここでのおにぎりとか水分補給が次へ進むための文字通りの生命線になったわけです。さて、ここから物語は夜の部へ。太陽が沈んで街の明かりが灯り始めると旅の雰囲気もガラッと変わっていきます。千葉港に沈んでいく綺麗な夕日を横目に見ながら歩いていると、やがて周りは完全な闇に包まれていきます。ZOZO マリンスタジアムの横を通り過ぎる頃には昼間のあの喧騒が嘘みたいな静寂が訪れたそうです。夜通し歩くって昼間とは全然違う独特の精神的なタフさが求められるんですよね。頼りになるのは自分のヘッドライトが照らすほんのわずかな光だけ。シーンと静まり返った暗い道をたった一人で進んでいく。これはかなり孤独な時間だったと思います。そしてついに64キロ地点、3つ目のエイドステーションにたどり着いたのはもう真夜中を過ぎていました。でも驚くことに夜になっても不快な蒸し暑さは全然変わらなかったそうなんです。体力の消耗は本当に想像を絶物だったでしょうね。でもそんな長い長い夜も必ず明けるんですね。地平線から光が差し込み始めます。この夜明けの光が最後の力を振り絞るための新しい希望の光になったんです。日の出がすごい美しい状態でした。これはもう長い夜をたった一人で歩き続けた者だけが見られる最高のご褒美ですよね。この美しい光景がどれだけ彼の力になったか、感情がぐーっと動いた瞬間だったんじゃないでしょうか。さあ、ここが最後のエイド93キロ地点です。ゴールはもうすぐそこ。
と思いきや、ここでちょっとした不安がよぎるんです。っていうのも、彼がつけてる時計の距離計はもう96キロを指してたんですね。あれ、もしかしてゴールって思ってるより遠いってなりますよね、これは。そしてゴール直前、本当に最後の試練が待ち構えていました。川崎港の海底トンネルです。ジメジメして長い通路を抜けた先に待っていたのは、疲労困憊の足に追い打ちをかけるようなとんでもなく急な上り階段。まさに最後の壁だったわけです。そしてついにゴール。公式記録は 106km。想像を絶する本当に壮大な旅が今終わりをつけた瞬間でした。では、106キロという途方もない距離を歩き切って、彼はこの壮絶な体験をどう感じたんでしょうか。その率直な感想を見ていきたいと思います。で、終わってみて彼が感じた一番大きな期待と現実のギャップがこれだったそうなんです。東京湾ぐるっとっていう名前だから、てっきり綺麗な海岸線を歩くんだろうなって思いますよね。でも実際は内なりの国道をひたすら歩く時間がほとんどだったと。これは確かにちょっと残念だったかもしれませんね。彼の体験をまとめてみると、こんな感じになります。良かった点はもちろん、何者にも代え難い達成感、そして自分の地元を足で歩けたっていう喜び。一方で、やっぱりあの絶えない暑さとコース設定が期待と少し違ったという課題も見えてきますね。でもそんないろいろなことがあった中で、彼の最後の言葉がすごく印象的なんですよ。歩いている時は辛かったんですけれども、最後歩き切るという達成感をとても得ることができましたので、また機会があれば参加したいと思います。いや、すごいですよね。あの辛さを乗り越えたからこそ感じられる特別な気持ちが、この言葉からひしひしと伝わってきます。彼の106キロの旅、いかがでしたでしょうか。この話は最後に僕たち一人一人に問いを投げかけているような気がします。あの苦しみの先に待っている達成感、それを味わうために皆さんならどんなことに挑戦してみたいですか？